この動画はディジキーの提供でお送りします。ちょっと物騒なタイトルなんですが、以前購入した東芝製の古いオシロスコープを今日は修理、レストアします。以前こちらのオシロスコープについて動画を作りましたが、その時普通に動いてたじゃんって思うかもしれません。修理する理由ですが、中身に使われているコンデンサがある事情で使えなくなってしまったからです。今回はそれを交換していきます。現状の中身を確認するため蓋を開けています。部品は一部取り外し済みです。こちらの東芝製のアナログオシロスコープ、中をよく見てみるとこちらの部分にコンデンサーがあります。こちらにオイルコンデンサーが使われています。このオイルコンデンサーの中に有害物質であるポリ塩化ビフェニル、通称 PCB が使われていることが判明しました。プリント基板の PCB ではありません。この PCB というのは非常に厄介な化学物質です。昔、金見油症というのを歴史の教科書とかで聞いたことがあるかと思います。そちらを引き起こしたものになります。今回のオシロスコープもその年代に製造されたものになります。こちらのオシロスコープ自体は問題なく動作します。ですが中に使われている部品に有害物質が含まれているということで、このまま使い続けるわけにはいきません。ですので中身の電子部品を交換していきます。ちなみに分解前の前調査でこのオシロスコープ自体がポリ塩化ビフェニルに汚染されていないことは確認済みです。なので PCB が使われている部品だけを交換していきます。こういった古い電気機器はポリ塩化ビフェニルが使われていることが結構多いです。そういったものを見つけた場合は基本的にすぐ処理します。ポリ塩化ビフェニルを見つけた経緯やその処理方法などについてはまた別の動画を作成中です。近日中に公開します。実際に修理を始める前に今日のスポンサーのディジキーから皆さんにクリスマスプレゼントがあります。Twitter、Instagram、Facebook でディジウィッシュのハッシュタグをつけて投稿するとディジキーで売っている電子部品やキットがクリスマスプレゼントとして当たります。1月24日まで毎日開催、1日1回応募可能です。なので当たるチャンス超高いです。やらなきゃ損です。この機会にディジウィッシュのハッシュタグと欲しいものを一緒に投稿してみてください。参加方法の詳細については概要欄、コメント欄からお願いします。実際に修理を始めていくわけですが、こちらのオシロスコープの中身の回路が分かっていた方がいいです。今回古本屋で奇跡的にオシロスコープの中身の回路が書いてある本を見つけました。こちらの本を見てみるとオイルコンデンサーに加わる電圧はおおよそ 1kV です。中身にブラウン管が使われているので高電圧の回路になります。ですので修理に使う部品もそれなりに耐圧を持ったものでなくてはなりません。その点にだけ注意して進めます。こちらのオシロスコープ分解前は真空管が装着されていました。中身を確認するときに壊してしまうのもいけないので、このように取り外した状態で保管しました。オシロスコープの中にはオイルコンデンサが4つ入っていました。この下の部分に3つと上の部分にも1つ逆さの方向で取り付けられています。ポリ塩化ビフェニル含有の検査に出すためにいくつかのコンデンサはすでに取り外し済みです。オイルコンデンサの構造ですけど、絶縁用の紙と金属板があります。こちらの絶縁紙に絶縁油を浸透させてコンデンサの絶縁を取っています。その絶縁油の部分に PCB、ポリ塩化ビフェニルが使われています。現在販売されているオイルコンデンサには当然 PCB は使われていないので安心してください。PCB 汚染の廃棄物はその PCB の濃度によって高濃度 PCB と低濃度 PCB に分類できます。5000mg/kg 以上で高濃度 PCB、それ以下は低濃度 PCB です。今回専門業者に事前にサンプルを送って検査してもらったところ、今回のオイルコンデンサの PCB 濃度は約 500mg/kg でした。これは低濃度 PCB に分類されます。ちなみにこの動画の撮影時点では PCB の検査は2つしかやっていません。基本的に中身は同じかと思うので、残り2つのオイルコンデンサについても同様に検査に出します。今回分解前に事前に中身を検査しました。オシロスコープ本体やオイルコンデンサの外観検査をしました。その時に絶縁油の漏れは確認できませんでした。なのでオシロスコープ本体部分については PCB 汚染されていないので、そのまま再利用します。奥に残っているオイルコンデンサーも外していきます。オシロスコープのブラウン管部分には高電圧を使っています。必ず放電していることを確認してから作業を開始します。こちらのオシロスコープなかなかのクセモノで、部品交換やメンテナンスすることを考えて作られていません。以前の動画でも少し紹介しましたが、部品を簡単には取り外せないような構造になっています。
こういった本体が古いのもそうなんですけども、ものすごく細い線なんかも使われています。ここにものすごく細い線があります。こういったものも分解修理するときに切らないように気をつけます。オイルコンデンサーがここにあって、裏でネジ止めされてるんですね。こういったところもメンテナンス性最悪な作りをしています。ここにナットが隠れていますが、このナットを取り外さないとオイルコンデンサー取り外すことができません。ちょっと頑張って外していきます。こちらのオイルコンデンサーのネジがついているところなんですけども、スライドすれば外れるような構成になっています。右側のネジは緩めるだけで、こちらの反対側の左側のネジは完全に取り外してスライドさせて取る方法にします。あと上の方向はこんな感じで結構ハンダ付けされている箇所がまだまだあります。結構取るのは大変です。ネジを回していって最後までネジロック剤が硬いです。取れた。シムみたいのも入ってるんで、これも取っちゃいますかね。結構大変ですね。一つ取るのにでも5分ぐらいかな、かかった時間は。残りの部分についても同じようにやっていきます。ここのナット外しが一番やばいんですね。線とかラグ板の端子が密集してます。でも意外とね、グリグリやっていけば回せちゃいます。いけました。こんな感じで取れます。ネジが取れましたので、ここをこういうふうにグリグリとやればオイルコンデンサーが取り外せます。奥側も同じようにグリグリとやれば取れました。ただこの上の部分にですね、まだハンダ付けしている箇所が残っています。そこのハンダを取り外します。ハンダ付けを取っていきます。部品取れました。残りの部品も同じように取っていきましょう。反対側にして追いハンダしながら少しずつ溶かしていきます。こちら側も同じですね。とりあえずこちらのオイルコンデンサーは取り外しました。残り一つについても同じようにやってしまいます。取れました。オイルコンデンサーが取れました。めちゃくちゃ汚いです。長年のホコリというか塵というか、そういうのが積もっています。こっちの本体の方もめちゃくちゃ汚いので、後で簡単に清掃をしておきます。これも再利用する前にちょっと拭いておきますかね。汚い。水拭きだけで汚れ取れますね。こちら抵抗器ですね。拭いたら部品名分かったんですけど、リケンオーム 1P100kΩオームって書いてあります。100kΩオームの抵抗ですね。Y って書いてありますね。何の Y でしょうか。こちらが取り外したオイルコンデンサーです。社名がここに書いてあります。関西2位製作所です。この関西2位製作所というのは今の日コンです。関西にオイルペーパーコンデンサー。オイルコンデンサーのタイプは OB3 ですね。0.5 マイクロファラッド。ここに WV と書いてありますが、これは多分ワーキングボルテージのことでしょう。1200ボルト対圧かと思います。TV はトランジェントボルテージで、瞬間的な過渡的にかかっていい電圧のことかと思います。3000ボルト DC ですね。ここにデートとありますが、これは製造年月日のことかと思います。32.5 と書いてあります。おそらく昭和32年の5月頃に製造されたオイルコンデンサーです。こちらについても表記は同じです。こちらのオイルコンデンサー、中身の絶縁油を取り出して PCB の検査に出します。その前に静電容量を測ってみたいと思います。なんでかっていうと、製造からですね、かなりの年月が経っています。コンデンサ自体が劣化していると静電容量も減ってきたりしてしまいます。静電容量が減少や増加していないか、そういったのを見て劣化を判断します。もちろん静電容量を見るだけでは絶縁性能の劣化を測ることはできない点には注意です。まずこちらです。定格の静電容量は 0.5 マイクロファラド、測定値は 0.495 マイクロファラドなので、静電容量については定格とほとんど一緒です。では次にこちらのもう一方の方も見てみましょう。静電容量は 0.527 マイクロファラドです。定格よりかは少し大きいですが、このくらいのばらつきみたいのはあるかと思います。ということで、どちらのオイルコンデンサーも定格と同じ程度の静電容量が持っていることは分かりました。補修部品を探すためにオイルコンデンサーを見たのですが、なかなか見つかりません。ですので、今回はフィルムキャパシターを補修用の部品として使います。もちろんディジキーで購入しました。今日のスポンサーです。ディジキーのパラメトリックサーチを使ってこちらの定格電圧なんかを調べたりしました。
購入したフィルムコンデンサの静電容量は 0.47 マイクロファラド。もともとついていた 0.5 マイクロファラドとほとんど同じです。定格電圧は 2000V DC のものを購入しました。問題なく耐えられると思います。もう一つ上の段に逆さについているオイルコンデンサがありましたが、それについてはこちらのものを使います。47ナノファラドですね。なので 0.047 マイクロファラドになります。定格電圧は 2500V DC です。ちなみに静電容量を測ってみると 0.475 マイクロ。こちらも 0.475 マイクロ。こちらは 0.474 マイクロ。0.476 マイクロファードです。すべて定格通りの静電容量です。こちらのオイルコンデンサについては検査に出すまで保管しておく必要があります。ここら辺についてもまた別の動画でやっておきます。オイルコンデンサの場合は取り付けが簡単だったんですが、今回のフィルムキャパシタを使う場合、取り付けのジグが必要になります。なので 3D プリンターでこういった台座のようなものを作りました。さらに今回プリント基板も作りました。こちらにフィルムキャパシタをハンダ付けしていきます。ちゃんと穴が開けているので入れるだけですね。外から見た時にフィルムキャパシタの定格などが分かるように部品を挿しておくと後で分かりやすいです。こちらの表示を外側に向けます。これで一旦ハンダ付けします。あとは取り外した抵抗も一緒にハンダ付けできるようにしました。若干ですね、足の長さがきついんですけど、こんなもんでしょう。ちなみに抵抗については裏側見てみるとこのように足が少し飛び出ていますが、これは切らないようにします。もしかしたら将来的に追加で補修になる可能性があるからです。部品のダメージはなるべく少なくしておきます。というわけでハンダ付けタイムです。足を軽く折っておきましょう。ちなみにかなり高電圧が加わる箇所ですので、ベタグラウンドとかそういうのは一切なしにしています。本当に配線をつなぐだけのプリント基板です。ハンダ付け完了です。ちょっと重い部品なんで応力なくすためにもう一回簡単にハンダ付けですね。最後この土台の部分にネジ止めすれば完成です。もう一つもこちらの今完成した基板をこの中に入れていって、そして配線とハンダ付けしていきます。ですがその前に中身がだいぶ汚いのでこちらを先に掃除してからですね。簡単な水拭き程度にしておきましょう。汚いですね。これからケーブルとかをハンダ付けしていくわけですが、この長さがいろいろと足りないことが判明しました。ですので追加でケーブルを付け足していきます。付け足すケーブルですが通常のケーブルですとあまりよくありません。ですので 3kV 程度の耐圧を持つ絶縁ケーブルを用意しました。こんな感じでケーブルの長さを足していきます。狭いので作業はものすごくやりにくいです。ケーブルを付け足したら熱収縮チューブで保護します。ヒートガン当てたいんですけど、ヒートガン当てると多分周りにかなり悪影響を与える可能性があります。ですのでハンダごとの熱で熱収縮します。その他のケーブルも作り直します。この真空管に接続されているケーブルなんかもものすごく硬くなっててガビガビでひびも入ってそうな状況なので、こちらの柔らかい耐圧ケーブルの方に変えてしまいます。OK ですね。とりあえずこの部分にあったオイルコンデンサーの置き換えは完了しました。こんな感じです。3kV の絶縁ケーブルを使いました。反対側から見るとこんな感じです。なかなかいいですね。オイルコンデンサーの置き換え箇所もう1個あります。ここの部分ですね。こんな感じで配置します。ここに設置するフィルムコンデンサーも 3D プリンターで専用のジグを作りました。こんな感じで裏から配線が出てここに刺すと線加工します。フィルムコンデンサにハンダ付け、取り付け用のやつぴったりです。これからこの部分をハンダ付けしていきます。めちゃくちゃ狭くてやりにくいですね。作業性を良くするためにいろいろくっつけていきます。狭すぎていろいろやばいですね。これ多分組み立てる時はこんなことないんでしょうけど、
ちょっと大変だな。つきました。この結束バンドを引っ張ることができたので、配線の取り回しが少し良くなります。いろいろ見えてないんですけど、こちらのピンク色の絶縁電線をハンダ付けしていきます。熱収縮。というわけで、こんな形でフィルムキャパシターのハンダ付けが全て完了しました。ここまで来たら真空管を元に戻していきます。組み付けの作業ですね。一応どこに真空管がくっつくかマーキングはしておきました。軽く拭いてから中に入れます。こんな感じのマツダって書いてある真空管もあります。実際に使う時はこういう風に立てて使うわけですけども、逆さに取り付けてある真空管にはこんな感じで落っこちないような金具がついています。三菱電機製の真空管なんてのもあります。こちら側の面が終わったので、反対側の面もやってしまいましょう。よし、つきました。というわけで修理が完成しました。ここの部分にフィルムキャパシター、そして反対側の面、ここにもフィルムキャパシターを入れました。オイルコンデンサーを全部置き換えたわけですけども、どのくらいですね、しっかりと動作してくれるか実際に試してみます。というわけでまずコンセントを挿します。大丈夫ですね。次にこちらの主電源を入れてみます。これで壊れなければいいんですけども、どうでしょうか。いきます。とりあえず煙は出てないですね。真空管もヒーターが赤くなってますね。ちなみにこれ今筐体むき出しの状態でやってるので、中は触らないようにします。お、こちらに線が映ってます。ちょっと時間がかかりますね、ここに表示されるまで。はい、見えますか。これ浮かび上がってきました。というわけで実際に動かしていきます。こんな感じですね。横軸の入力はこんなところです。そしてフォーカスを合わせるとこういう風に細くなります。縦軸の信号も今度入力していきます。ここですね。そして入力をダイレクトに変えます。で、オイルキャパシターをフィルムキャパシターに変えたからなのか、それともいじってるうちに中の回路の特性が変わってしまったのか、ちょっとよくわからないんですが、前のような回路の移り方はしなくなってしまいました。このようにフォーカスを変えてもぼかしたような波形にしかなりません。ちょっと信号の位相を変えて丸波形を表示してみましょう。こんな感じですね。このようにですね、いろいろ変えているんですけども、あまりですね、調子は良くないですね。もともとこちらの水平軸と縦軸は調子が悪かったんですよね。なので、まあこれは変わらないんですけど、フォーカスと、あとはこのゲインとかもちょっと、調子が悪くなってしまいました。古いオシロスコープなので、まあそううまくはいかないよなっていうところをですね、調子の悪いノブは水平位置の調整、縦軸の調整、ゲインの調整ですね。中を見てみると抵抗とかたくさんありますが、長年使っていて非常に劣化してきているんだと思います。こういったものも今後交換していければと思います。とにかく中に使われていたオイルコンデンサーをフィルムキャパシターに交換できただけでもかなり大きな進歩かと思います。というわけで今回は大昔に作られたアナログオシロスコープの部品を交換しました。オイルコンデンサーの中に有害物質であるポリ塩化ビフェニルが含まれていたんですが、そちらのオイルコンデンサーをフィルムコンデンサーに交換すると。フィルムコンデンサーに交換して動いてはいるんですが、中身のバランスであったりそういったものが少しおかしくなってしまったようです。これはフィルムコンデンサーが原因なのか、それとも中をいじっている時にどこかのバランスが崩れてしまったのか、そのどちらかはまだ分かっていません。これについては今後の課題です。ですが中身にもう有害物質は入っていないので安心して取り扱いできます。処分予定のオイルコンデンサーについては追加で検査をします。一件が PCB を保管しているということを行政に報告したり、それから実際に PCB を処分してくれる業者の選定などです。これについてはまた動画を公開予定です。今後アナログオシロスコープを使って何か面白いことをできたらと思っています。それから最後になりますが、スポンサーの DigiWish についてもぜひ投稿お願いします。それでは動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか？概要欄にあるリンクから登録できます。
LINE からメッセージを送ってもらえれば、その内容は全て一見に届くようになっています。全部見てます。なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか、企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動など、いろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな我こそはという会社、ぜひお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。